雑談です。真相編です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速いきますよ。真犯人フラグの9話と10話 TVer で、見逃し配信がありまして、それの9話10話のまとめをいきましょうね。でまず9話、何があったかずらっとね いきますね。同窓会で、林くんについていきました。真帆さんがこれはね、久住くんが出てきて一回断ってるので、断っちゃったってね、心理的に一回断ると次のハードルが低くなるんで、それでついていっちゃったんだろうなっていう感じがしました。で、それで、林くんとサッカー一緒に見ようと言ってついていってしまったと。で涼介はそれは、一回のねそういった過ち事故みたいなもんだからこう自分の気持ちをこう押し殺してというかね、俺だって辛いんだと言いながらも我慢していると。で二宮に相談して、DNA 鑑定は一応しとこうということをすると。で、保険金のタレコミは目を背けるためだという林くんのあれもありましたけど、本当にそれは目を背けたかったのは新築物件で騒ぎが起こるとSDGs タウンの事業の方に支障が出ると思ったんで、やっていることだということでしたね。で二宮立花は真帆を疑っているが、立花君は俺だって疑いたくないと言いつつでしたね。で轟親子は不良品ね、処理しちゃうよという話をね、してましたけども、これは林くんのことでしょう。でそれをね、マリナはパパが決めなよと言ってたんで、だからマリアナの動きもね結構こう相手次第で変わってるんですね。林くんの時は林くんだっつって言ってるんですけどね。なんでマリアナの心情的にもちょっとわからないというか、ここはちょっと謎というか、どういったあれで動いているのかなと感じましたけども、それを林くんにもチクるんですけどね、川村と涼介はね真帆を疑えないと2人でね、週刊誌の会議でも川村を疑えないと、そんな人じゃないと言ってたり、涼介は涼介で、一番分かってるからそんなことはないと言ってたんですけどね。で二宮望月が、土から輝きの土から金銭花が咲いたっつってね、望月くんが行ってきて、そこをまた、盗撮されておったと。これは太田黒部長ですね。でバタコからの電話で、私もそっちに行くからねと、いよいよここでバタコが姿を現すことになってくるという回でありました。それでひかりちゃんは立花君の実家の手伝いをしていたというので、これに関してだから立花君のお母さんにいろいろもしかしたら篤人君のことを相談していたのかもしれない。それをこう回り回って立花君も知っていたのかもしれないということも考えられるかなとは思ったんですけど、ちょっとこの辺はまだ確定事項ではないと。で林くんがロッカーで、もう俺ほんと林くんって言っちゃうね。林くんが真帆の財布をね諸角記者にカメラマンに見つかるんですけども、あれは多分誰かの指令でロッカーに行って、そして見たら真帆の財布だったんで驚いてたんだろうとは思うんですけども、じゃあ一体誰がそのロッカーの
鍵をよこしたんだろうかということですよね。で、林くんと関係があるのはでも真帆自身しかないのかなって気はするんですが、どうなんだろうかと。いうことですね。で、冷凍便で、篤人くんが冷蔵状態で届くと。で、最後はバタコがミツルを撲殺するというところがありましたが、中でね、改めて見て気になったところはどこだろうな。猛烈な脱毛衝動に駆られてね、すね毛をくるくるっていう話、阿久津と落合の話がありましたけど、そうですね、でも謎なのはボスママが誰なんだったんだろうかね。光のお受験に対して嫌がらせをしていたその頃、そういったことで悩んでたというのがあったんで、ボスママが誰なんだろうかというのもありますがね。それが9話でした。で、じゃあ10話いきましょうか。10話もざらっといくと、篤人くんが冷凍寸前で送られてきて、睡眠薬も飲まされていたと。で、絶対安静な状態が続いていたんですが、意識をね取り戻すと。で、警察の見解は前の冷凍遺体と同一犯であると。指紋も同じで、そういう状況から同一犯であるということが、これは決定事項として、語られておりました。で、真帆と林の不倫報道を、イライラしながら菱田さんが見ておりましたね。それからサッカーの山田コーチですね。あっちゃんの意識が戻ったらバレるのは時間の問題ですと。で、情状酌量の余地がっていうところで C ですわね。なんでこれは篤人くんに関してはやっぱり菱田と山田が何かしら行っていただろうなって感じはしますね。だから僕なりの考察ではやっぱり、菱田はきよちゃんの、サッカーのレギュラー入りをさせたくてというかね。で、篤人さえいなければレギュラーになれるのにっていう恨みもゼロではないのかなって気はするね。動機としては薄いのかな。どうなんだろう。で、立花の会社で店のクラファンのことが話に上がっておりましたが、立花君はこれは親孝行だよと言っておりましたね。で、倉庫でマリナと林がこう会ってるところに、あれですね、パパがね雇った人が処理するってつって、でもパパにはお金以外感謝してないからっつって、そこで元木の存在に気づいたのか、林くんに元木の存在を知られたくないのか、目をそらせるためにキスをして、それを元木が上から見ていていいなというシーンがあったんですけど、これもやっぱりねマリナの動きがねちょっとよくわからないんですよね。 GPS 仕込まれてつけられてるのを分かった上でやってたのかですよね。で、病室前で、川村日野立花二宮がねみんなおって、で凌介が家に帰ると菱田さんが七面鳥を持ってきてね、メリークリスマスって、来るんですが、家にあげてもらえなくてね、怒って帰って七面鳥をかじるというシーンがありまして、凌介は昔のビデオね、篤人くんが自転車乗ってるところを見てこう涙すると。で DNA 鑑定のその時に結果が届いているんですが、ここでは見てないんですよ。だから真相編ではすぐにそれが見て結果がわかるのかな、今晩にでもわかるのかなという気がしておりますが、で刑事がね病院でうとうとしてて、
あれですね、誰かが忍び込むんですが、これが誰だろうな。僕は山田コーチなのかなって気はしないでもないですが、でアフロディーデとプロビンが、土の写真ねを、プロビンに花が咲いたっていうので、プロビンがそれ輝きの世界のあれでしょっつって、そこでちょっと輝きの世界にプロビンが興味を持ってたんで、あれ忍び込もうとしていたのかなと思いますが、で、ヒゲジョリ星人がありの、清明君と望月、が荷物を届けたね、で中に入ろうとするんですが、全然きよちゃんは怖がって入れてくれなくて、そこに菱田さんが帰ってきて、未遂の終わるというかね、上がり込むことができなかったんで、だから望月も何かしら押し入れのことを知ってなのかね、なぜ必要に上がろうとしてましたけども、で住愛ホームと轟建材の、SDGs タウンのねプロジェクトで、官僚接待していたってことが、これ週刊追求が突き止めて、でこれまた真相編でこの辺がつつかれていくんだろうなと。でゴーラですね、ゴーラ登場ですわ、という回でしたけども、改めて見ても篤人君がなぜ最後にね、犯人はこの中にいるいないどっちって言われて、パパがと言ったのは僕は菱田と山田が何かしら凌介と真帆を演じてやった動画なのか、で思い込んじゃっているのかなって気はするんですけどね、どうなんだろうか。で9話のあれもね、きよちゃんに、話したら殺すって言わせてたのも、これ誰だろうな、ちょっとまだまだわからない。真相編では次々と分かる事実が毎回のように明かされていくって言ってたので、この前半というかワンクール目だけでは本当に謎が謎を呼んでいるだけで、膨らみに膨らんだものがね次々と弾けていくのが真相編なのかな。だからいろんな中でスッキリに西島さんが出てた時に話してたのは、当たってる考察もあるっていう話をしてたんですが、西島さん自体は犯人を知らないって言ってたんで、その周りのスタッフが当たってるという話はしているのかなって気がするんですけど西島さんはいまだにまだ犯人を知らない。15話ぐらいまでもう撮りましたって言ってましたけど、金曜日の時点で。なので、そうですね、改めて見て感じたところは元木だな。やっぱり元木が何かしら、僕は最終的に元木が真犯人とは言い切れないな。協力者なのかなと思うんですけど、真犯人であるならばやっぱり、過去の10年前の写真のこととかね、あの辺がクリアにならないと、元木だと若すぎるってんで、なので元木とのつながりをいろいろ見ていくと、そうだな、わからない。立花君が何かしらありそうな気はするんで、ですね。あとは日野、サークル、それから過去の
良介さんの、小説を知っていた人、あと雫石がねどう絡んでくるのかっていうのも何かしら恨みを、持っていそうっていうのはあってですかね。まあでも疑いたくなるのはやっぱり日野だなって気はするんですが、日野元樹、この辺が怪しいのかなとは思いつつ、いや今日から始まるね真相編が楽しみ。全く何も振り返っただけでね、何もわからないというかですが、まあ楽しみに一緒に考えていきたいかなと思っておりますので、ぜひね見逃し配信はもうなくなっちゃうのかな、これ9話10話も。なので、真相編始まったらまた追っかけて、見ていきたいと思っております。コント、何も答えが見つかっていないで、本当にね振り返るだけ振り返って何も、ゆず湯ですかね。そうなんだから、スッキリを見る習慣がなかったんですけど、これでね、スッキリに出てくるでしょ、メンバーが。で、ちょこっとなんか言うから、もうスッキリも見るようになっちゃって、ね。全くもって本当にこの真犯人フラグを基準にこうね、生活リズムも変わっておりますよ。ってな感じで、ぜひね、皆さんも真相編、まだね、いろいろ YouTube でこう、ダイジェストとかも上がってたりするし、人それぞれのね、こんな人ですって紹介動画も上がっているので、ぜひそういうのも見ながら、真相編楽しみたいと思っております。あと、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。